どうも、雨を引き寄せる系 YouTuber ババアです。本日は連休期間中のパンをまとめて作る。まずはサワー酒サワコを種継ぎしないとね。ババアのパンはこのサワコの力にかかっているんだ。実は2日前の夜からパン作りは始まっている。サワコの酵母が立ち上がるまで半日かかるんだ。ゆっくりと育てた酵母で茶バッタ作り。軽く合わせたら一晩冷蔵庫に放置だ。翌朝、生地にしっかりと水分が回っている。連休はいつもパン祭り。変わりは夏のパン祭り。ババアは今、赤面しているよ。皆も共感性周知でもだえ苦しむがいい。さあ、買い物だ。あ、ちょっといいですか、コンさん。なんでしょう。どいて。いやや。即答ですね。Conchano powerfulu bodiga shendalela fatoya. 赤花かわええ。キーショー。キーボードがすでに机からはみ出てるんですよね。ソラナンギヤナ。母さん動画編集ができない。カマヘンなんとかのルワ。時間がない。コンさんがどいてくれるまでヨシヒコの尻でも触っとこ。Wow, Baba-san, let no ketsuni nani shitonja. レディーはケツって言っちゃダメ。Nanya koli yochino tatsumaki senpukiaku omamai shedaloka. 何それ怖い。Yochino ketsunadino daisho atakaidi. くまモン助けて。Kusa. 今日の川は水位が高い。ストレッチ&フォールドというこの作業。こうやってグルテンを強化しているんだ。この作業は繰り返すほど生地が強くなるよ。茶バッタと同時にバノックを作ろうか。バノックはベーキングパウダーを使用するほぼこねずに焼けるパンだ。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。今回作るパンの分量はすべて概要欄に書いておくよ。焼き上がりの撮影データ飛んだよ。さあ、今度は田舎パンだ。困った時の田舎パン。とりあえず、でかい塊を食卓に並べていると映えるんだ。すぐに焼くときはしっかりこねて一次発酵だ。田舎パンもストレッチ&フォールドでグルテンを鍛えてやるよ。ババアはこの作業が大好きだ。鍛えれば鍛えるほどグルテンは応えてくれる。ほら、どうだい？中力粉の、しかも米ぬか入りの生地とは思えないだろう。このツヤ感がたまらないね。さあ、二次発酵だ。それじゃあ田舎パンを焼いていくよ。まだ田舎パンの型は買ってないよ。買いたいのは山々なんだが、クッキングシートである程度焼けるから購買意欲が湧かないんだ。
170度の上下ヒーターで60分。厚みのある生地はじっくり焼かないとね。ほら、結構きれいに焼けるだろ。この焼き上がりを見ると型はいらないと思えてしまうんだ。船のような形のパンを作るよ。ひき肉とほうれん草のあんを詰める予定だったけど、ほうれん草が高くてね。急遽3分の1の値段だった小松菜にしたよ。なーに、見た目は似てるから大丈夫さ。この生地は前日土曜に仕込んだよ。サワーシュサワコの酵母はゆっくりと成長させると失敗しないよ。君もストレッチ&フォールドだ。強くて優しい子に育っておくれ。小松菜とひき肉のあんを作るよ。ついでにししとうとウインナー炒めも同時進行だ。小松菜はみじん切りにしてやろう。ししとうは丸ごと食べられるから好きだ。フォークで穴を開けておくと調理時間が短縮できるよ。まずはししとうとウインナー炒めだ。油を引かずにししとうをいってウインナーと少量のマヨネーズの油で炒めるんだ。味付けは合法パウダーと醤油だけだ。手ぬ、シンプルでいいね。同じフライパンでひき肉小松菜あんを作るよ。こちらもひき肉の油と少量のマヨネーズ油で炒めてやろう。合法パウダーも入れて、さっきとほとんど同じ手ぬ、シンプルな味付けだね。さあ、それでは成形をしていこうか。6等分にした生地を平たく伸ばしていくよ。その上にひき肉小松菜あんを乗せるんだ。生地で包んでコッペパンのような細長い形に成形するよ。これを6回繰り返す。今回は6等分だから成形も楽だね。あんは多めに作ったから余ったあんはきっと旦那氏のおやつさ。卵で閉じて美味しくいただくと予想するよ。ナイフでセンターに切り込みを入れるよ。生地を開いて中のあんの上にチーズを乗せようか。卵でテカテカタイムだ。さあ、焼いていくよ。180度の上下ファンヒーターで40分。船の形みたいでかわちい。次はフォカッチャだ。取り分けたサワコは次回用の元種だ。こうやってサワコは永遠の命をつないでいくんだ。フォカッチャ生地も前日に仕込んだよ。冷蔵庫で寝かせていたら完全に水分が回っているんだ。買い物に行っている間にしっかりと発酵してくれたね。もちろん君もストレッチ&ホールドさ。
小松菜を一束拝借したよ。フォカッチャの中に混ぜ込んでやるんだ。魅惑のベーコンと一緒にね。ベーコンと小松菜を生地を折るように重ねながら混ぜていく。せっかく発酵したガスが抜けてしまわないように優しくね。天板に生地を広げて残りの具材を乗せたら、かっこいい塩と油を振ってやるんだ。さあ、フォカッチャも焼いていくよ。180度の上下ヒーターで45分。ほら、最高の焼き上がりだ。最後はクレープを焼くよ。もうすでにババアはヘトヘトさ。よく考えれば別に今日一日で1週間分のパンを焼かなくてもよかったんじゃないか。そんなことに今更気づいたよ。だがしかし、もう後戻りはできないんだ。頑張るんだババア。あと一息で楽園のようなカーリバ生活の1週間が待っているよ。さあ、ラストスパートだ。撮影したのにデータが飛んだサラダチキンを盛り付けようか。飛んだ SD カードのデータを復旧させようと探したフリーソフト。プレビューまではできるのに復旧させようとすると有料ページに誘導されるんだ。サラダチキン動画のために7980円。よし、サラダチキンは諦めよう。決断はとても早かったよ。失敗クレープ生地のスイーツも完成だ。カーリバ夏のパン祭りの開催だ。もう歌わないよ。それではいただこうか。とんでもないパン量だ。これでもチャバッタとバノックは一部しかテーブルに置いてないんだぜ。ベーコンと小松菜のフォカッチャが最高においしい。そして船の形のひき肉パン。チーズとの相性も抜群さ。1週間分のつもりで作った今回のパン。果たして本当に1週間持つのかな。明日にはすべて消えている予感がするよ。だって我が家にはフードファイターがいるからね。セラミック製の胃袋を持つイソジのヒゲ親父。ほら、会長にクレープを巻いているよ。この量のパンを焼くとさすがに疲労感がすごい。だがしかし、それはとても充実した疲労感なんだ。パン作りは楽しいね。美味しかった。また見てね。